ここはスナックエンドウです。おい。隣が薄いエンドウ。はいはいはい。豆。豆。で、ここは玉ねぎです。玉ねぎ。貝塚合わせ。いいね。ブルーベリーの木。あ、これ。はい。欲しい方います？取りに来られる方限定。はい。あげます。あげます。こんにちは。こんにちは。月始め恒例畑をダラダラ回る動画です。だらだらって。どうも。どうも岩崎です。12月の畑ということで、まず、5箇所畑を回るんですけど、一番初めのここ手前の畑です。はい。手前の畑は自然薯です。イエーイ。だいぶ枯れたね。もう枯れてきたね。うん。で、まあ今ムカゴがもう取り頃。ね、いい感じだよね。こんな感じでムカゴです。おお、いっぱいすんなり。美味しいですか？ムカゴは生で食べれます。美味しいよね。で、こっち側が長芋なんですけど、はい。あんまり上手にできなかったので、うん。もうあんまり掘る気ないで。確かに。でもさ、こここれ。もみ殻さ、はい。山積みにしちゃった自ね。然薯の土作りに使うんですけど、山積みに積んでたんやけど、鳥がさ暴れてぺったんこになってんの。カラスやらスズメやらいっぱい、鳩も来てたよ。ほんま。うんすごいよね、これ。ほんでほら平坦になってる。草と混ぜやがってさ、ほらおお。もうね鳥さんが。え、もうバカチンガーって感じだけど、で自然薯ここはちょっとずつ掘り出して、はい。こんな感じですね。向こう行きましょう。ここが掘り終わった畝です。すごいね。掘り終わって肥料も入れて、眩しい？多分ね。肥料も入れて畝も立てて、はい。でこんな感じ、これね。こんな感じで麦を植えてます。これ麦だね。円麦です。はい。で、まあこのまま来年またね自然薯植えるんですけど、ちょっとまあ麦間に挟んで、連作障害はそんなにきつくはないと思うんですけど、はい。まあなんか他のもんも植えてこうね、そうだね。土を、円麦ってほら麦自体が線虫の予防の効果もあるみたいなんで、はい。それでまあちょっと入れてやってみよう。間に合ってるとこはね、もう12月入ったらもうダメですけどね。ああ、そっかそっか。あと掘ってないところはそのまま掘るような感じです。奥のところね。はい。これほらメスの花、種要はちょっと。自然薯の種。これね。はい。どうですか？中。あ、これ落ちてるわ。飛んでた。これがね、種はね、こんな風になってんの。ペラペラ。これが種。この真ん中に種がある。黒いやつね。そう。こんな感じですな。まあ手前の畑はこんな感じです。こんな感じです。次行きましょう。次行きましょうか。レッツゴー。はい。奥の畑にやってまいりました。はい。ここは菊菜です。これ全部？ここ全部菊菜。わお。まあまだこのレベルやからね。そうね、ちっちゃいもんね。来年の1月2月ぐらいじゃないの？年明けね。はい。まあこれは関西の菊菜です。株張りのね。あ、株張りね。抜き取りタイプ。中葉春菊の抜き取りタイプ。なるほど、抜いたしまいのやつね。そう。まあ菊菜関東関西違うからね。九州も違うからね。あ、そうなんだ。そう全部違う。大葉春菊ね。まあ菊菜はそんなもんですな。別にこれと言ってさらっと通しましょう。はい。よいしょ。草がな。そうね。やっぱりずっと使ってるとかこんな草生えへんけど。そうだよね。ちなみにこれ虫だらけのじゃがいもで。これね。はい。虫だらけ、草だらけ。草だらけ。どれがじゃがいもやら分からへんわ。はい。ここはスナックエンドウです。おい。隣が薄いエンドウ。はい。豆。で、豆のこの影が入るわ。影が入る？ママのね。めっちゃ入るわ。どうしよう。まあこうすればいいんじゃん。こっちかな。いやだから、画面をこうすればさ、そういうこと？アップになるでしょ。望遠というか。で、前は。はい。これ1個しか出てない。1個しか出てないね。まあこんな感じで畝の両サイド草が生え放題になるんで、生え放題にならないようにここも麦を植えてます。これ麦です。麦。円麦ね。はい。
前は大麦でやったんやけどね。あ、そうだね。今年は塩爆です。どっちや。知らん。どっちも緑肥や。そうだよね。でいいね、うん豆いいね。ちょっとこっちが豆が少な種まきが少なかったんか、うん。あんまり麦生えてないのよ。ああ、そういうこと。でこっちがそうだね、全然ちゃうね。生えてるんやけど、うん。で、こんな感じでこれがどんどん真ん中伸びていくやろ。麦もこれぐらいまで伸びると思うのよ。あ、そのぐらいまで。だうん。からそんだけ伸びると草がね生えにくくなるんで。いいね。でしかも緑肥なんでね。はいはいはい。で麦っていうのは稲科やから、稲科の野菜ってあんまないでしょ。トウモロコシぐらい。ない。だから野菜ばっかり作ってるところはね、稲科が挟めないんで、稲科を挟むと連作障害にもいいね。ならないですよ。まあそんな感じで豆と麦いいねですな。。豆いつ取れるの。これは5月下旬からここらは6月上旬ぐらいじゃない？いいね。ちょっと遅いよね、山手そうだよね海沿いはもっと早いよね。そうだよね。で、基本ここは無農薬で、もう菊菜もそうやし、そうだよね全部全部ね、こもうの。この時期は完全無農薬ですそうだよね。ね。変に巻かないよね。もういらんね。ねまあそんな感じかな。ですな。でその奥がね、はい。インゲンの残骸です。はい。もう片付けなあかんねんけど。そうだね。で、あっちは青じそね。あんだけ種ついて掘ってあるから絶対また来年出てくるよね。出てくるな。いっぱいで、ここはもう12月中に時間があれば片付けて、はい。来年にレタスを植え付けていこうかなとここにね思ってます。はい。でこっちね、はい。ここタアサイです。はい。ね、どうぞ。結構ええ感じにタアサイっぽくなってきたよ。ええ感じだね。このベタっとな。こうやって時々ね間引きついでに抜いて穴の開いてるとこへ移植してる。入れるなでもう水なんかやらんでもね結構つくよ。いける？こんなパッサパサでも気ついたらついてるわ。気ついたらって。これがさ抜けた。抜けた。種まきゴンベイでさはいはい。ハシュ機でね巻いたんやけど、ベルトがさなくてさ、うん。大根のベルト使って巻いたらいっぱい一箇所に種落ちて大変。大きいんだね、穴がね。だからもういっぱいなんかドドドっていう感じで芽ね。が出てるんやけど、だからいっぱい抜いて移してんだけどね、そこを思いっきり移したよこの間。あ、ここ？緑が綺麗ね。これここ草がすごかったのよ。おいおい。これで真ん中ほらピューっと植えてるでしょ。はい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 。これ抜いて全部植えたの、草抜きながら。これね。ここで。そうそうそう。はいはいはい。はい。奥の畑はこんな感じです。はい。では次行きましょはい。う。はい、山の畑にやってまいりました。イエイ。ママのパセリ。どうどう？ママのパセリ。あ、でもさ、いい感じになってきたじゃん。おお。イエイ。なあ。久しぶりに見た。ではしてないんかい。してるよ。ちなみにこれレモンの木なんですけど、はい。見て下。これね。カミキリ。穴開いてんねカ。ミキリの幼虫にやられて、今年レモンダメです。全然だね。多分この木枯れちゃうね。木自体がね、もうあかんと思う。う。はい。いいね。ここママのわさび菜とブロッコリー。ブロッコリーどうだその向ろうね。こう空いてるよ。開いてるね。でここは玉ねぎです。玉ねぎ。貝塚わせ。いいね。であ、これ。大根巻いたんやけど、うん。不織布がぶっ飛ばされてるわ。ね。まだ意味ないじゃん。ちゃんとやっときます。はい。大根ね、春大根。はい。いいね。で、ここでなんだ。皆様にはい告知です。ちょっと待って。ブルーベリーの木、あ、これ。はい。欲しい方います？取りに来られる方限定、はい。あげます。あげます。もうこの鉢ごと。そうブルーベリーもやりません。ここだけ生きてるやつこれ生きてるよね。残してたんやけど、うん水やれへんからまた枯れてしまった。またまた根気よく水やったら生きるよね。復活すると思う。大丈夫大丈夫。で、あとはこっち里芋ね。はい。もう里芋も終わりです。そうだね。まあそんな感じで、ここはこんな感じだな。ですな。もうそうやな。山の中のこの天然物の自然薯掘るんやったらもう今しかないね。ああ、そうか。この先も完全につるが枯れてどれが根っこか分からなくなってしまったからね。今黄色くなって。そう上に上がってるのがあると思うけど、まあでももうあれ掘んのん大変やからもういいよね。
だったら自分のところの自然薯掘った方がうちの自然薯でも大して味変わらんからね、うん変わらんって言ったらむしろうちの方がうまい場合が多いからそうだよ。変にね天然物っていいってみんな言うけどね、うん雑種とかもあるんでねああ美味しく雑種そうそう犬みたい。そうなんかわからんのよ、うん怖いしちゃうもんね。うんうんまあここはそんな感じですな。ですな。じゃああとは2箇所ですね、はい。ダム下と、遠い畑。遠い畑はい。イェイ。イェイイェイイェイダム下の畑にはい。来ております。はい。ちょっと崩れかけこれね。ミニトマトはい。霜が降りるまで取れます。12月上旬おお。まだ取れます。これどうどう。よいしょよいしちゃんとねちゃんとしてりゃいいんやけどね崩れてるょ。よね。そうね。うんもう上がね。まあ放任栽培、そば樹栽培ってやつですね。はいシシリアンルージュってやつです。はい。これ7月の初めに種まいて8月上旬に植え付けて、10月ぐらいから取れ出したかな。うん。結構ちゃんと取ってないからもっと取ればもっとそうだよねお金になったかもしれないね。うんまあ今となっては今となっては貴重なはい。ねあれです。収入源という。収入源でございます。はいで隣がほうれん草です。はい。あこっちね。こっちは。うんっていうかさ、ほうれん草ももうあっちの方は端っこ取ってもいいんやけど、まだこの真ん中ちっちゃいからな、うんいいけど。いいんやけどさ、もうナッパの相場だだ下がりね。安い安い。全部100円ね。ねもうこれ以上いったら小松のあたりは一束50円の世界になるんじゃない？ 200円とかしたならうん。だからこっちよだから大きくなってすっごい取り頃でいい感じなのに。あれね縮み菜なんですけど、はいまあ小松菜に似たようなもんやから引っ張られて値段下がるんですそう。だよね。でこの手前は菊菜、菊菜春菊。ここは摘み取りタイプの関東タイプ。はい。ね。菊菜も安いからね。でまあその向こうにあれがあるんですよ。ターサイ。ターサイがね。まあそんな感じで、ここはこの今取れてるのがこのそうだね。縮み菜。をせっせこと。で取った後一生懸命この菊菜を。菊菜を移植してどんどん広げていこうという作戦なんですけど、はい冬の間ね、うん。もう取ってしもたら何も植えられへんからね、そうね。移植して広げようという作戦なんですが、まあ、はいどうなること。どうなることやらね、はい。まあやっと寒くなってきたからね。そうね。でも寒なっても、うんもうここまで大きくなってしまったもんはもう収穫一通り終わるまではねあかん。あかんね、そうか。ハウスなんか別にどんどん伸びるからね。ああそうかそうかちなみにこの畑のねここママ見てこの何これ。水これこれね用水路の水なんですけど、まあ、もうちょっとしたら多分止めはると思うんやけどね、いいね。ここね上にダムがあるんですけど、はい。あらまあまあパンツ見えたよほ上にね住宅がないから住宅がないのよ、うんだから生活排水が入ってないのよね、はいはいはい。水がきれいなんですよ、イモリとかおるもんね。そうだねなのでここのお水はきれいですよ。ねホタルとか出そう。ホタルはね案外水きれいすぎてもあかんの。あそうなんだ。あれがおらなあかん川になっているあね、はい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 。貝が、はい幼虫の餌になる貝がね、うんうんうんあれ下の方いっぱいおるやん、おるね。いっぱいね6月おるおるの頭ぐらいいっぱいうんホタル飛んでるやん。息子そんな感じでございますな。はいじゃあここは終わりましょうか。はい。ちなみに水玉でした。あ黒の水玉でした。はい以上遠い畑にやってまいりました。はい。世界一長い自然薯を作るぞのコーナー。これはい。ただね懸念材料もあるんです。ほう波板の傾斜の角度です。はい。何せ2メーター40の波板入れてるからもっと波板の角度を上げないといけないから、あ掘ってみてダメだったらあうん。角度を上げて来年また挑戦と、そうか緩やかやったら水溜まっちゃうんか。そう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 その辺もねうまいこと言ってるかどうかわからんけどもう端の方枯れてきたから、ねもう掘りどころだよね。そう12月入ったら掘ろうかな思ってたとこです。やばいね。でまああと他のとこもねはい。まだ全然掘れてないんですけど、そうねずっとまあ一生懸命掘らないかんのですが、はいままあそこまで焦らんであも。そんなに売れてないいや売れてないことねそうよもう去年とかと比べたら全然違うでそうよ売り上げは、うん何せねYouTube で見てくれた方がネットショップそうそうそうでね買ってくれたりして、はいありがとうございます。ありがとうございますもう励みになりますで、まあ自然薯ねここも鳥が来てそうねこれねもみ殻積んでたら鳥来るねぺちゃんこになってるね。まあこのもみ殻余ったらねもみ殻堆肥作ってみようかなと。おーなるほど
もみ殻積んで、うんぬかとか油かす入れて、でもみ殻積んで、でうちの場合はさ、堆肥作ったら自然薯とかにも入れたいんで、おーなのでよくねネットとかで調べると鶏糞って書いてあるのよ。鳥さん、うん、鶏糞って要はうんこやろ、うんこ系はさ、よろしくな、匂いつくからね、あー特に鶏糞臭いやんか、はいはいはい、なので、発酵したらね匂い飛ぶとは言え、うん、それじゃなくてもう石灰窒素かなんか入れて、ああなるほどね、要はさ発酵さすのに窒素がいるのよ。窒素がいるのね、窒素分がないと発酵しないの。うんでこれはもう窒素分全然ないからね、うんうん、炭素率がね高いのよ。そうねだから窒素をもっと投入して炭素率をもっと抑えて、で、発酵させるというのをやってみようかな。やってみよできるかどうかわからんけどね。はいまあそんな感じでございますね。まあまだ寒いけど、そうね寒いけどいい気候だね。とね、昼間はね。そうそうそうまあだ12月なんであれなんですけど、年明け1月ね。1月、はい、 1月に自然薯掘り体験はいをやろうと思ってます。はい、ただ寒いです。寒いです、まあまあまあ、寒さを押してでもはい、来られる方は来てしかください。も遠いし、いや駅前にホテルもできましたんで、ああま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 あ、うちの自然薯を食事に使うとか言ってそうね、ね言いながら、言いながら結局、もうみんなそうや結局ねこれが合わんのよコストは。だってビジネスホテルクラスじゃ無理よ。ね1泊1万円も取れないやん。そうねうん千円やろ。それでそこで朝食事代の食事代出してて無理よ。まあ別にうちはその安く出して、そういうふうに食べてもらおうとは自然薯の場合は思ってないのでね、思ってもう欲しいと思う方だけが買ってくれればそれで結構です。うちは、そのために心を込めて愛を込めて全身全霊ではい、作っております。はい、何なんじゃで、水玉です黒の何がママのパンツやんけもういいじゃん見えるようなスカート履くなお前この畑来んのになんでひらひらのスカート履いてペラオンってめくれてんねん風で年考えろイエイイエイまあそんなことで、はい12月終わりです。次回の12月終わり12月始まりました。12月そう12月が始まったけど12月の畑の動画はこれで終わりです。終わりです。そう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 、次回はこの畑の動画はお正月おに回ります。お正月お正月イエイ1日か2日に回りますおで動画アップするのは3日ぐらいかな。あそうだねわからんけどね、それぐらいで畑で酒飲みながらポンポコポコポコポン言いながらやりますまあ終わりだな。はい次回の告知も済んだし、はいまあブルーベリーの欲しい方入れてください。あそうだねそれでは皆さんさようなら。